まあ聞け若いの、一つ試してみようか。大阪夏の陣。負けた側の武将ならお前さんもスラスラ言えるはずよ。真田幸村、後藤又兵衛。では勝った側は15万もおったのに、家康の他に誰の名が出てくる？出てこんだろう。それどころかな。あの幸村を討ち取った武者の名すら世間はほとんど知らんのよ。その名は最後に教えてやる。妙だとは思わんか。戦は徳川の勝ちよ。豊臣は滅んだ。なのに400年語り継がれてきたのは負けて死んだ側の男たちばかり。なぜか。答えはあの3日間の戦い方にある。わしはな、その3日間の中におった。豊臣方の足軽として大阪城の南で槍を握っておった男よ。霧に置き去りにされて8倍の敵と6時間戦った男。15万の真ん中を割って74の天下人に腹を切るとまで言わせた男。そして家康の首まであと一歩の道を開き、総崩れの中でただ一体形を保って退かせた男。わしの大将毛利勝長よ。知らんだろう。後で惚れさせてやる。慶長20年5月6日7日8日、豊臣家最後の3日間。勝者が忘れられ敗者が名を残した3日間を地図と時計でもう一度なぞってみるか。話はその半年前から始まる。冬の陣よ。馬儀と引き換えに大阪城は堀を埋められた。堀のない城は城ではない。こもって守る道はもうなかったのよ。だから豊臣方は城を出て戦うことにした。狙いは大和から来る徳川方を道明寺のあたり山と川に挟まれた狭い場所で迎え撃つこと。広い野原で15万を相手にはできん。地形で数を殺すしか勝ち筋はなかった。5月6日午前0時、後藤又兵衛の隊2800が平賀の陣を出た。わしらもその後ろに続いた。真田、毛利合わせて1万余り。夜明けに道明寺で落ち合う約束よ。だがその夜は霧だった。それも隣の男の顔も見えんような深い霧よ。先を行く隊の背中が10歩も離れれば霧に飲まれて消える。わしらは道を誤り遅れに遅れた。徳川方もまた霧の中で同士討ちのようにぶつかり傷を出したと伝わる。皮肉なもんでな。あの霧の中で約束の刻限に約束の場所へ着いたのは先頭の又兵衛ただ一体だけだった。一番乗りが一番孤立したのよ。午前4時ごろ、道明寺の先小松山という小さな丘で又兵衛の隊は敵の大軍と行き合った。相手の顔ぶれを言おう。水野勝成に3800、本田忠政に5000、松平忠明に3800、伊達政宗に1万、合わせて2万3000。こちらは2800、8倍だ。又兵衛は退かなかった。丘を取り斜面を使い寄せてくる敵を何度も突き落とした。後ろの霧の中からわしらが来るのを待ちながらよ。6時間だ。2800が2万3000を相手に6時間持ちこたえた。地元の柏原の町が今も記録にそう書き残しておる。午前10時頃、又兵衛は撃たれて死んだ。わしらが着いたのはその後よ。霧の晴れた道明寺に転がっていたのは味方のムクロだった。同じ日、神田でも一人の大将が撃たれた。八尾でも和歌江でも豊臣方の武将が次々に死んだ。夕方、城へ引き上げよと命じられた。しんがりを受け持ったのは真田の隊よ。追ってくる伊達の先陣を突き返して悠々と引いたと伝わる。その背中を見ながらわしは思ったもんだ。この戦いまだ終わらんぞとな。次の戦いで口火を切るのはわしらの隊よ。明けて5月7日、最後の決戦の朝よ。数を言っておこう。徳川方、ざっくり15万余り。豊臣方、5万5千ほど。城の南に広がる天王寺口と岡山口に双方が並んだ。わしらの側に茶臼山という丘がある。高さはたったの26メートル。今は天王寺公園の中にあるあの丘よ。
面白いのはな、半年前の冬の陣であの丘に本陣を置いたのは徳川家康その人だった。それが夏には真田の武士芸、世に言う雪村の本陣になっておった。同じ丘の主が半年で入れ替わったのよ。地図で見ればこうよ。真田は茶臼山、わしら毛利の隊はその東隣天王寺のあたり、東の岡山口には将軍秀忠の軍勢、そして家康の本陣は茶臼山から南へ2キロ半ほど下がった後ろに置かれた。3倍の敵とまともに押し合っては勝てん。この日の豊臣方の狙いはただ一つ、家康の首よ。前を塞ぐ先陣を突き破り、本陣まで走り抜けて大将の首だけを取る。それしかない。わしは槍を握り直した。手が震えとった。武者震いだと隣の男には言うたがな。この日の昼、わしらは家康の首まであと一歩に迫る。始まりは昼頃だった。家康のそばにいた者の日記には午前10時頃とあるそうだが、記録によって多少ずれる。わしの覚えでは日が高くなってからよ。口火を切ったのはわしらの大将毛利勝長様だった。正面の徳川の先陣、その大将は本田忠友。あの本田忠勝の息子よ。わしらはこれを正面から突き破った。忠友は討ち死に、2番手の小笠原の親子も倒れ、崩れた先陣が後ろの備えへなだれ込んでいく。徳川の陣が前から順に割れていった。そして家康の本陣がむき出しになった。そこへ茶臼山から真田の隊が走り出た。3500と伝わる。一度二度突きかかっては押し返され、立て直しまた突きかかる。3度目、薩摩の島津の家に伝わる書きつけにはこうある。3度目に真田も討ち死に。そしてこの乱れの中で家康の馬印が倒れた。大将の居場所を示すあの馬印がよ。目の前では崩れた徳川の先陣が我先にと逃返っていった。真田の信繁は力尽きたところを撃たれた。茶臼山のすぐ北、今の安井神社のあたりでよ。丘から歩いてすぐの距離だ。午後2時頃、戦は終わった。日本の歴史で最後の大きな野戦がな。さて若いの、今の話、お前さんどこまで信じた？先に白状しておくとな、わしがいたのは先陣同士のぶつかり合いの中よ。2キロ半も後ろの家康の本陣なぞこの目で見えるはずもない。だからここから先は後に残った書きつけが語る話だ。あの昼、家康の本陣で何が起きていたのか、実は書いたものによって言うことが違うのよ。家康の馬印が倒れた。これは徳川方、細川の家、薩摩、公家の日記、立場の違う記録がいくつも書き残しておる。まず、あったことなんだろう。倒れたのは三方ヶ原の負け戦以来、と後の世まで語り継がれることになる。ところが面白いことにな、戦の後、徳川の家中で三旗は倒れたのかと調べが入った時、旗は立っておったと最後まで言い張った古株の旗本がいた。倒れたと認めれば守れなかったものの恥になるからよ。家康は腹を切ると口にした。こちらはイエズス会の宣教師が本国へ送った報告に残っておる。同じ時代の、それも外国人の記録よ。だが家臣が押しとどめたという芝居がかった場面はな、ずっと後の世の読み物が作った話だと今の研究者ははっきり言うておる。本陣が崩れ、旗本が逃げ、70過ぎの天下人が死を思うほどの一瞬があった。書きつけから言えるのはそこまでよ。それで十分だろう。ただな、若いの、この戦で一番むごいのは戦が終わった後の話。戦は終わった。だがわしらの戦はまだ終わっておらんかった。天王寺口が崩れた後、ちりぢりの生き残りをまとめて城まで引かせた男がいる。わしらの大将毛利勝長様よ。押し寄せる敵を突き返ししんがりを務めながらの引き際だ。総崩れの豊臣方で隊の形を保って城へ戻ったのは毛利の隊くらいのものよ。
わしもその中におった。7日の夜、徳川方は城下へなだれ込んだ。あちこちから火の手が上がる。物を奪う兵、人をさらう兵。銃口は武者ではなく逃げる民に向いておった。大阪城に残る大きな屏風の左半分にあの晩の地獄がそのまま描き込まれておる。戦国のゲルニカと呼んだ研究者がおるほどよ。白状すればな、わしはここまでよ。燃える城下のどさくさに紛れてわしは堀の外へ逃げた。だからここから先は人づての話だ。8日の昼、秀頼様と母君の淀殿は城の奥の山里丸で自害された。勝長様は最後までお供をし、秀頼様の介錯を務めて自らも果てたと伝わる。豊臣の家はここで終わった。それから400年、大阪城の地面を掘った学者たちが真っ赤に焼けた土の層を見つけておる。焼けて歪んだ瓦、豊臣の霧の門を打った金箔の瓦。あの日の大阪は今も地面の下にそのまま埋まっておるのよ。さて最後の話よ。真田日本一の強者、あの突撃を称えたこの言葉、誰が言ったと思う？家康ではない。戦った徳川の武将でもない。書き残したのは九州の薩摩、島津の家よ。面白いのはな、島津は冬も夏もこの戦に一兵も出しておらん。戦いの翌月、今日の様子を国元へ知らせた書きつけにこうある。真田、日本一の強者。昔からの物語にもこれほどのものはない。皆がこの話ばかりしている。戦いを見てもおらん遠い国の帳面に敵方の武者が日本一と残ったのよ。しかも同じ書きつけは勝った側をこう笑うておる。徳川の陣の衆は3里ずつ逃げた者だけが生き残った。3里、およそ12キロだ。負けたのは豊臣、生き残ったのは15万の勝者たち。だが400年経って語り継がれておるのはその中の誰でもない。追い詰めて散った負けた側の男たちよ。最初に聞いたな。雪村を討ち取った武者の名よ。西尾宗次という恩賞も出たれっきとした手柄首よ。その名すらお前さんは今日初めて聞いたはずだ。生き残った者が勝ちなのか、名が残った者が勝ちなのか。わしは生き残った側だがな、未だに答えが出せんのよ。今、茶臼山は公園の丘よ。北隣の安井神社には信繁最後の地の碑が、一身寺には本田忠友の墓がある。敵も味方も歩いて回れる一角に400年並んで眠っておる。これが戦国の最後の3日間よ。お前さんならあの霧の朝、それでも道明寺へ迎えたかな。次に見たい戦いがあったら教えてくれ。高評価と登録をしてもらえるとわしの語りの励みになる。